お電話ありがとうございます。おじいの朗読者です。本日の朗読は、統合失調症という病でございます。最後までお楽しみくださいませ。統合失調症という病。投稿者、直ったい。たまに電車や街中で何もない宙に向かって話しかけている人がいるでしょ。だいたいみんなが触れないようにしている存在。大体の人が精神に病を抱えていて、幻覚などに苦しめられていると思われている。でも、この幻覚が幻覚じゃなかったとしたら、10年くらい前の話。当時俺は大学に入学したばかりで、日々新刊や合コンで飲み歩いていた。そんな時に同じサークルで会ったのが A だった。A はなかなかのイケメンで話し上手だが、やたらと謙虚なやつですぐに仲良くなった。家が大学の近くで、さらに一人暮らしということもあり、ほぼ毎日入り浸りで飲んでいて、アル中コンビなんてよく呼ばれていた。イケメンで目立つ A とコンビと呼ばれ、俺はまんざらでもなかったし、実際俺と A はサークル内でも1、2番に酒が強かったので、飲む量もみんなと比べたらかなり多かったと思う。A はイケメンで目立つ存在だったので、常にみんなの中心にいたが、一番仲が良かった俺も、必然的に中心にいることが多く、いろいろ美味しい思いもさせてもらっていた。そんな楽しい大学生活を送っていたある日、ちょうど2年に上がったばかりの時だった。当時 A には彼女 C 子がいたんだが、深夜2時くらいに急に C 子から電話がかかってきた。俺くん、A くんの様子がおかしいの。すぐ家に来て。ちょうど飲み会の最中だったので、めんどくさかったんだが、あまりの剣幕で事情を聞いても、とにかく来ての一点張りだったんで、急いで飲み会を抜けて A の家に向かうことに。家に着くと、とんでもない光景が広がっていた。机の上にふんどし姿の A が、ちょうど相撲の尊虚のような姿勢で踊っていた。踊っていたというか、盆踊りのように手を動かしていたんだ。机の上には清酒と塩のようなものが小皿に盛ってある。正直これだけなら陽気な A が酔っ払ってやっているんだなとも思えるんだが、顔に涙を流しながらご勘定ご勘定大声で叫んでいる。極めつけは辺りに広がったしょんべんの匂いだった。机とふんどしがびしょびしょだったので、A のものに違いなかった。話しかけても全くの無反応で、大声で叫びながら踊り続けている。泣いていた C 子に事情を聞くと、もともと部屋に遊びに行く予定だったのだが、インターホンを押しても出てこない。中から大声が聞こえたので、ドアノブを回してみると、鍵がかかっていなかったので、中に入ってみた。すると、俺が見た光景と同じものが広がっていて、反応はさっき言った通り。俺が着くまで最低でも1時間以上踊り続けていたことになる。いよいよまずい状況だなぁ、と。そういうやつではなかったが、俺は A が薬をやってしまったんだな、と思った。C 子を落ち着かせて、多分、こいつ、
薬やってるわ。警察沙汰になるかもしれないけど、こいつの体が大事だから、救急車呼ぶよ。と説明した。シーコも納得し、すぐに救急車を呼ぶことに。救急隊員が到着しても、A の様子は変わらなかったが、運ばれようとした際に、A がすごい勢いで暴れ始めたので、警察も呼ばれて結構な大騒ぎになってしまった。俺もシーコも警察に事情聴取のようなものもされ、薬物使用まで疑われる始末。しかし、結果的に A の体から薬物は検出されなかった。それから3日ほどして退院してきた A。原因不明の発作的なものとの診断のようで、あの時の記憶はほとんどないらしく、飲みすぎたみたいだな、といつもの笑顔で笑っていた。安心した俺は、飲みすぎで幻覚でも見てたんだろう。とうとう本物のアル中だな、なんて軽口を叩いていた。しかし、その日から A は少しずつおかしくなっていった。ぼーっとしていることが多くなり、ボソボソと壁に向かって話しているのを頻繁に見かけるようになった。学校もだんだんと来なくなってしまった。心配で何度も訪ねに行ったんだが、少し体調が悪いだけ、とはぐらかされ、しまいには少し距離を置きたいから連絡するまで来ないでくれ、と言われる始末。正直かなりへこんだが、ここまで言われて心配するのも馬鹿らしくなり、俺も意地でも連絡来るまで行かねえ、なんて考えながら過ごしていた。3ヶ月くらい経った頃だろうか、A から急に連絡がかかってきた。話しておきたいことがあるから家まで来てくれ。俺はなんかただごとじゃない雰囲気を感じ、すぐに家に向かうことに。玄関を開けると酒と据えた匂いが部屋中に充満していて、中には変わり果てた A がいた。ガリガリに痩せてひげをぼうぼうに生やした A は酒を飲んでいた。驚いている俺に A は、信じないかもしれないけど、お前には本当の話をしておきたい、と言った。全く要件がわからないが、とりあえず話を聞くことに。すると A はこんなことを話し始めた。一番最初の発作が起きる3日ほど前、A は友人と県隣までキャンプに行っていた。そこでバーベキューをしたのだが、肉を焼いていると火からものすごい臭い匂いが辺りに立ち込めてきて、かまどの中の木を避けると大量の焦げた何かの動物の毛のようなものが出てきたんだ。気持ち悪いとなってまた新たなかまどでやり直したんだが、その日からおかしなことが起きるようになったんだ。街中や学校、車の中でふっとあの動物の毛の匂いがしてきて、その匂いがすると必ず視界の端に目と鼻がない口だけの着物を着た女が見える。口だけをにたーっとしてこちらを見つめてくるんだ。それが見えるたびに近づいてくるんだよ。完全に幻覚じゃん。
と思った俺の態度が分かったのか、とにかく最後まで聞いてくれ、という A。うなずくと A は続きを話し始めた。救急車で運ばれる前日、A は奇妙な夢を見たという。夢の中で A は A の守護霊と名乗る老人と出会った。老人は、今お前が見ている着物の女は、昔先祖が殺した女で、死んだ後も怨念によって先祖を苦しめてきたが、たまりかねた先祖が子孫もろとも、我が血族が今後一切その土地に近寄らないという条件で因果を切ったものだと説明した。A がキャンプでたまたまその土地に足を踏み入れてしまったため、その因果がまた生まれてしまったのだという。このままだと苦しめながら殺されると、それが嫌なら明日の指定した時間にこれから言うものを準備し、言う通りになさいと。説明をすべて聞き終わると同時に目が覚めたんだ。実際に女を頻繁に見ていたし、藁にもすがる思いで言われたことを実行した。ただし、机に乗った時点から記憶がない。お前や彼女が来たことも、救急車で運ばれたことも、全く覚えていない。しかも、これだけじゃ終わらなかったんだ。その日以降、なんと、その女が直接話しかけてくるようになったらしい。こんなこと言うと、嘘にしか思えないけど、あいつがはっきりと話しかけてくるんだ。いかに自分が苦しめられてきたか。お前も苦しむ義務がある。お前の周りも苦しめる。こっちが喋るときちんと返してくる。なんで俺なんだと言うと、お前が約束を保護したから。そんなの知らなかったと言うと、因果が生まれたからしょうがない。どこにいようがお構いなしに話しかけてくる。無視するととんでもなく鬱な気分になり、死にたくなる。死にたくても死ねない苦痛だけを感じるようになる。ナルトでシャリンガンってあるだろ。短い時間で何度も殺されるやつ。多分、こんな感じなんだろうなって気分になるんだよ。と、A は泣きながら言った。唯一解放されるのは睡眠の時と、ちょいちょい夢の中に出てくる先祖のアドバイスを実行している時で、寝つきが悪いので常にお酒を飲んでいる状態らしい。街中で話しかけてくると、周りには一人でブツブツ言ってるように思われるだろ。アドバイスを実行している時も記憶がないから、この間みたいに何をしでかすかわからないから、怖くて外に出れないんだよ。俺は頭おかしくなんてなっていない。現に今、お前とこうやって普通に話しているだろ。幻覚でも何でもないんだよ。ただ、女が来る間隔がだんだん短くなっている。これ以上耐えられそうにないし、周りに迷惑がかかりそうだから、近いうちに病院に行くことになると思う。最後にお前にこれだけ伝えたくて。そう A は言った。正直、幻覚ってやばいなぁ、と思っていた。あんなにイケメンで人気者だった A がこんなになってしまうなんて。案の定、数日後、A は
精神病棟に入院した。重度のアルコール依存から来る統合失調症という診断だった。人気者の A だ。大学内でもしばらくこの話題で持ちきりになり、俺も飲み会なんかは控えるようになった。この時は単純にアルコール依存症の恐ろしさにビビっていたんだ。結構頻繁にお見舞いに行っていた俺は、日に日に悪くなっていく A の様子を間近で見ていたので、かなりの恐怖だった。1ヶ月もすると A はまともに話すこともできなくなっていた。それからすぐ A の両親から連絡がかかってきて、大学を辞めて田舎で療養する旨を伝えられた。俺は A の家にたくさん私物を置いていたので、引っ越す前に取りに行かせてもらうことに。俺が着くと A の両親も荷物を片付けていた。A の机の上のコルクボードには、俺や大学の友達との写真がたくさん貼られていて、少し感傷的な気分になっていた。その時、一枚の写真に俺は釘付けになった。それはおそらくあのバーベキューの時の写真だった。6人で火を囲んでいるその写真いっぱいに、目と鼻がない着物の女が薄く透けて写っていた。その女の特徴は A が言っていたものとぴったり一致していた。俺は全身がそげ立つような感覚に襲われながらも、その写真をポケットに入れていた。何かそうしなければいけない気がした。その後、特にお祓いに行ったり、お焚き上げをしたりはしなかったし、他の人にこの話をしたり、相談することもなかった。というのも、なんとなく何をしても無駄だなと、なぜか確信があった。なぜそんな風に思ったのかは、今考えると謎だが、それから街中で虚無に向かって話しかけている人の見方が変わった。中には本当に何かと戦っている人がいるかもしれないからだ。最後に、なんで10年も経ってこの話を書こうと思ったか、話して終わりにしようと思う。きっかけは仕事関係で知り合った、その世界では有名と言われている霊媒師さんだった。霊媒師って言っても普通のおばちゃんで、保険のセールスをしながらボランティアでそういうものも見ているという人だった。10年以上も前の話をなぜこの人にしようと思ったのか、自分でも不思議だったが、なぜかそう思った。写真を持って行って彼女にすべてを説明すると、彼女は、彼は悪いものに見入られてしまって苦しめられている。守護霊もおそらく嘘。その姿を面白がってもてあそばれている。何も悪いことをしていなくても、ふとしたきっかけや波長が合うとこうなってしまうことがある。それがしつこく悪いものだとどうしようもない。その道に入って修行することによって開く道もあるが、同じくらい辛く険しい道。そんな不運な人が世の中にはいっぱいいる。彼のことは
忘れなさい。と言った。彼女の目の鋭さに何も言えなくなったが、多分そういうことなのだろう。世の中にはそういう不条理や無情なことがたくさんあるんだと思う。信じられないかもしれないけど、実際に俺が体験したことだ。本日も最後までご視聴ありがとうございました。またのご連絡お待ちしております。